皆さんこんにちは。ヨッシーチャンネル玉ねぎちゃんです。本日のテーマはメタルギアライクなゲームを自分で作ろうです。今日はサードパーソン視点での弾を飛ばす向きとクロスヘアの位置合わせについて解説します。プレイヤーはクロスヘアを頼りにエイムするので、クロスヘアは安定している方が遊びやすいですね。なので多くのタイトルで画面中央固定位置に照準が出されています。フォートナイトやライラもそうなっています。しかし三人称だと一人称とは見える視界が異なるため、画面中央の目標に当てるには方向ではなく示唆の角度を考慮したピンポイントの位置計算が必要だったり、この例のようにカメラからは見えているけど銃口からの車線上には障害物が挟まるときどう扱うかといったゲームならではの重要な使用決めポイントがあります。ちなみにカメラから見えている位置を狙っているとき、ライラは手前の障害物を無視してクロスヘア位置の敵にヒットします。フォートナイトでは×印が出て障害物に当たりますね。どちらが正解ということではなく仕様ですが、壁から隠れて撃てるのは卑怯だって感じで人対人ではぶつかる仕様が主流かなと思います。逆のケースもあります。今プレイヤーや銃口は明らかに壁から出ていますが、カメラからは奥が見えていません。この状況で撃った時、弾はどこに飛ぶでしょうか。ライラではクロスヘアの位置に当たりました。クロスヘアが画面上で当たっている位置に飛んでいるのでこれで正解としても良いですし、カメラからではなく銃口の真横まで進んでから探索開始するって仕様に変えることもできますね。メタルギアのようにカメラが左に回り込むことで視界を確保するっていう回避策もあります。その場合、画面の中央を狙うと左右切り替え時に狙撃位置が変わりますが、こういう仕様としてこのままにするのか、このようにある程度同じ位置になるようにカメラアングルを内側に傾けることで調整することもできます。ただしこれは完璧に一致させようとするとカメラアングルを動的に変化させることになるので、妥協も必要かなと思います。ライラのグレネードはこれとは別な放物線物理計算になっていて、クロスヘアは無視して左手から出発して素直に壁があればぶつかるし、なければ遠くまで飛んでいきます。弓矢なども同じようにプロジェクタイルに任せるのが比較的楽でリアルですが、貫通させたいけど長距離で落下もするスナイパーライフルなどはもう一工夫必要そうですね。ではヨッシーシューターではどういう実装か見ていきましょう。カメラを内側に傾ける件は後回しで、まずは画面中央に飛ばす処理です。緑の線がカメラ中央なので、それが壁にぶつかるこの位置が狙撃点ですね。ライントレースで緑の線を飛ばしています。元はベースキャラクター上で AI とプレイヤーを共通の処理にしていましたが、 AI からは処理負荷軽減のためカメラをなくした関係で元のテンプレートとは少し異なる実装になっています。プレイヤーにはカメラがあるのでほぼ同じです。ただし元は FPS なのでストレイフ状態しか考慮がありませんが、ラグドール中の考慮と、エイムしてない時は左右はキャラクターが向いている方向で、上下はコントローラーの角度で計算する分岐があります。今日の本題はエイムしている時です。カメラの中央位置はコンポーネントのワールド座標でも得られそうですが、今映している2次元の映像から逆算して3次元空間上の位置を計算するノードが使われています。画面サイズを2で割った位置がカメラレンズ上の真ん中で、縦も横も真ん中なのでここです。クロスヘアは 2D ウィジェットで中央を揃えにして同じ位置に出しています。そこから奥行き方向に 3000UU で30メートル先までライントレースでぶつかり判定しています。カメラレンズからまっすぐビームを飛ばしてぶつかる点を探しているということです。ぶつかり情報のヒットの中身をブレイクで分解して、ぶつかったかのフラグとぶつかった地点、探索の終端つまりカメラレンズから30メートル離れた位置の座標を得ています。これでもしぶつからなくても30メートル先の地点に向けて撃つことができますね。例えば12メートルくらいの位置に障害物があるときはそこを撃ちたいわけで、ここを狙って撃ってしまうと、クロスヘアの位置より左に当たってしまいます。なのでここを狙っているよという情報をプレイヤーから武器に渡しています。武器クラスからその処理を呼んでいるのはファイヤーイベントです。次の処理でそこに向けてプロジェクタイルの弾を発射しています。
銃口の向きは無視です。プロジェクタイルの物理計算では処理負荷が厳しい大量の弾が飛び交うゲームの場合は、先ほどのライントレースのヒット情報を受け取ってそのまま当たり判定とすることもできますが、このカメラからは見えてるけど途中でぶつかる障害物を判定したい場合は、ここのマズルソケットの位置を開始地点としてゲットソケットトランスフォームして、終端は先ほどのカメラからの目標位置として2段目のライントレースをすると良いかと思います。1段目で仮の目標を決めて、2段目で最終決定という方式です。2段目をマルチライントレースに変更すれば貫通も考慮できるかと思います。では最後にカメラ切り替え時にある程度な発射角度を維持するためのカメラアングル補正の件です。カメラの親であるスプリングアームはキャラクターのコントロール回転を使う設定になっているため、トランスフォームのローテーションは無視されます。ここを回しても何も起きないということです。チェックを外せば当然自由に動けるようになるので回ります。ただし、この角度を適切な位置にセットする処理を常にやるのは面倒です。なのでアームの位置はキャラ本体に固定で、コントロールローテーションに任せましょう。カメラの回転を補正します。これはカメラを切り替える時だけ調整すればいいので比較的お手軽です。私はコンストラクションスクリプトから呼ばれる角度計算関数を作ってあり、カメラから10メートル先がキャラクターの正面に一致する角度をアークコサインで計算しています。90引くってしているのでアークサインでも構いません。数学はさらっと流そうかと思いますが、キャラクターからまっすぐとカメラから10メートルの斜線を結ぶここの角度は何度かなって計算です。固定値なのであらかじめ計算しておけばいいのですが、片星カメラの位置を調整できるように関数化しておきました。マスエクスプレッションっていうこの数学計算ノードも便利です。数式を自動でモデリングしてくれます。この変数はカメラ切り替え用の片星カメラパラメタです。ここで一人称か、そうでなければストレイフかそうでないかで近いか遠いかのパラメタが使われます。これは UE5.4 の頃のゲームアニメーションサンプル方式です。現在はゲームプレイカメラに置き換わっていますが、UE5.8 でベータになるのでそちらもそろそろですね。そのパラメタを使うのはスプリングアームの長さやオフセットの位置などです。ちょっと処理負荷軽減のために線がごちゃごちゃしていますが、ここで右肩越しなのか左肩越しなのかでオフセット量を反転させる処理をしているくらいで、そう複雑なことはしていません。一つややこしいのがこのインタープトゥというノードです。ベクトル用とかフロート用などありますが、基本は縦軸値で横軸時間の関数で、現在地から目標に向かって滑らかに保管してくれるノードです。タイムラインのように1回実行したら勝手に動いてくれるわけじゃなくて、自分で何度も呼ぶ必要があるのと、基本的にゴールぴったりにならないって癖を理解して使う必要があります。本題の角度補正はこの部分です。先ほどの角度計算された値かそれをマイナス1倍した角度にカメラの陽軸を回しています。ただしこれも切り替えた瞬間ではなくて徐々に回しています。10メートルで一致する角度に固定しているので近づくとズレが大きくなりますが、ここでも一致させたい場合はクロスヘア自体をキャラクター正面に動的に動かすか、もしくはキャラクター側からのライントレースを先にしてぶつかる地点に向けてカメラを動的に回す感じになるかと思いますが、どちらもエイムの調整がしづらく遊びにくい印象です。あくまで個人の見解なので、自身のこだわりやプレイヤー層の好みの把握など研究していい感じの仕様を探してください。余談です。
地面をぬりぬりするスプラトゥーンはキャラクター真後ろちょい上からの俯瞰気味なカメラになっていて、地面が広く見やすい設定でクロスヘアはやや上にあり、カメラ正面のクロスヘアとは別途銃口正面の追加の動的な的に向かって弾が飛びます。ヘルダイバー2は肩越しですが、動的な2つ目のクロスヘアは似た考え方に感じました。フォートナイトはかなりのシェアで市民権を得ているのでそれに倣って問題ありませんが、自分のゲームが目指す仕様にベストかどうかは検討する価値があるかもしれません。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次の動画でお待ちしております。弾はまだ届いてないように見えるけど、お前はもう砕けている。